皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国から脱出する外国系資本の企業が多くなっているということを取り上げていこうと思います。韓国の経済は基本的に財閥企業がそのほとんどを握っており、そしてそれらの財閥企業というものは海外に製品を輸出するような輸出型の企業です。そのような企業が主体になっていますから、このような時には韓国経済そのものも海外からの影響を受けて沈んでしまうものです。そのような全体的な経済状況という問題はあるのですが、今回の話の肝というのは本当はそこではありません。というのも、韓国から脱出する企業の中にどの国の企業が一番多かったかというのは、それが日本だったのです。これは世界経済の話とは少し意味合いが違うということがお分かりでしょう。また、今回のデータというのは、新型コロナウイルスによる経済的な危機が起こる前、2019年に起こった現象です。ですから、この原因となっているのは、韓国国内における反日活動などが大きく影響したと思われます。それでは韓国から脱出する企業が前年と比べると3倍にも増えたというニュースを少し見ていきましょう。韓国から撤収した外国人投資企業、昨年3倍増、日本企業が最多。昨年、韓国から撤収した外国人投資企業は173社であることが分かった。前年68社と比べて3倍近く増えた。国会立法調査所が10日に出した報告書、国政監査集分析産業通商資源中小ベンチャー企業委員会によると、韓国から撤収した外国人投資企業は2016年68社、2017年80社、2018年68社、そして2019年173社。立法調査所が引用した産業研究院のイム・ウンジョン研究員の報告書、外国人投資企業の撤収決定要因と示唆点によると、撤収企業のうち日本企業が45社で最も多かった。イム・ウンジョン研究員は、日本企業の退去撤収は昨年の韓日関係悪化も影響を及ぼしたようだと述べた。日本に次いでアメリカ、香港、ケイマン諸島、オランダ、バージン諸島、中国、シンガポール、ドイツの順に多かった。産業別には、製造業 46.2%、卸小売業 13.3%、出版放送通信情報サービス業 8.1% などと続く。立法調査所は、外国人投資企業の国内撤収は、関連の勤労者、企業、地域に衝撃を与えるため、撤収決定要因などに関する研究と、これに基づく政策的対応が必要だと指摘した。ものすごく根本的なそもそも論として、日本企業が韓国に進出する意味があるでしょうか？私は全くないと思います。韓国は経済的にも非常に小さい国であり、そして人口も少ない国です。市場規模そのものも大きいものではありません。日本企業が乗り込んでいて、さあお金をかけてこの市場を攻略していこうという、そういった意気込みを持つことは、優先順位としては非常に小さいでしょう。それこそ地球上には様々な国があり、それぞれ大きな経済圏を持っている、そういったところをまずは攻略にかかるというのがビジネス上においても非常に重要なことでしょう。また、今回のデータでは製造業の脱出が多かったという情報になっています。では、日本企業がわざわざ韓国にいて製造業を行うという意味があるのでしょうか？もちろんここでも全く意味はないと言えます。その答えは非常に簡単で、現地で作業員やもしくは技術者を雇わなければならないということになった時に、商品の価値が低いものを大量に作るというような話であればまだいいのですが、高度な技術を用いて高付加価値な商品を例えば財閥企業であるサムスンなどに収めなければならないというのであれば、それは非常に危険な行為です。なぜならば韓国国内においてそのようなことをすれば、日本企業の持っていた技術などがいつの間にか流出してライバル企業などが知らないうちに日本企業と似たようなもの、もしくは本来知り得ないはずの技術などを用いて製造したものというものがライバルとして登場することがあるのです。そういった危険性について考慮していないというのであれば、その経営者というのは非常に考えが足りないと言わざるを得ません。そういった経営者の場合、どうしても日本人特有の性善説に立って、しっかりと給料を働いて福利厚生をしっかりとしていれば、社員たちは報いてくれるだろうというようなことを前提に企業経営している可能性があります。しかし世界においてはそのような考えというのは全く通じず、給料を出していようが出していまいが関係なく、重要な情報というものは高い価値を持っており、外部から高い報酬などをもらえれば簡単に他の企業に漏らしてしまうということが十分起こり得ます。また、そういった話だけではなく、
そもそも論2つ目としては、人件費を目的として海外に進出するという企業はたくさんあります。その中においても、じゃあ韓国に進出するというのが一体何が意味があるのでしょうか。韓国は別に日本と比べて賃金がものすごい安いというわけでもありません。生活費などはむしろ場所によっては非常に高い地域もあります。ですから韓国で作って韓国で消費するようなそういった製造業であれば、別に韓国に工場を作らなくてももっと人件費の安いところに工場を作る方がおよそビジネス的には正しい行為だと私は思います。もちろん一番良いのは日本の工場というものを例えば機械化をより進めてより少ない人数でより生産効率を上げるというのが結局は外部に技術は漏れませんし、そして日本国内においても全体としての雇用というものが減ったとしても基本的にはメンテナンス要員や開発要員というものを伴うので人口減少時代に合わせた企業経営だと私は思います。そして、このデータが2019年のデータだということからもわかるように、これが反日活動の影響というものを大きく受けたというのは間違いないでしょう。あの国においては、日本企業だからという理由それだけで、環境に優しいとか優しくないとか、もしくは社会福祉活動をしているかしていないかとか、労働者に報いている企業なのか報いていない企業なのかといった、そういったことなどは一切関係なく全てが日本企業なのかそうでないのかというそれだけで反日活動の対象企業となってしまいます。このような判断基準の中においては、例えば欧米企業などは叩いてはダメだし、中国企業などについてこれらに反抗するのは危険だという考えがあって、一方で日本に対しては日本企業だから叩いても別にいいなという潜在的な意識が国民に広く普及している。このことは日本側の方ももっと真剣に考えて韓国への進出など最初から選択肢にしない方が良いと私は思います。それこそ自称強制徴用工問題などを考えれば日本企業が現地で活動を行っても今は問題がなくても後々になって強制的なひどい労働をさせられたひどい仕打ちをされたという話が後から作られ本になり映画になりそれら作られたものがあたかも事実であるかのようにして最終的には日本企業に対する謝罪や賠償を求めるような動きというものが後々起こったとしても別に不思議ではありません。少なくとも現在進行形でそのような事態というのは韓国では行われている国なのです。そういったことが起こり得るという非常にカントリーリスクの高い国であるということは経済界の中でも共通常識として広めていってほしいものです。そしてこのように韓国に進出してきた企業が日本に帰るということになれば、当然のように現地の労働者というものをクビにする必要があります。現在韓国では若者を中心に非常に雇用の枠というものが小さくなっています。一方でムン・ジェイン大統領はニューディール政策を真似たものを採用し、それによって多くの雇用を生み出そうとしています。しかし、ムン・ジェイン大統領の号令によって作られた雇用の中には、例えば1日5時間、鳩の餌やりをしている人がいないか見て回り、鳩の餌やりをしている人がいれば注意するといったこういった仕事で、1ヶ月で11万円税金でお金をもらえるといったような仕事などがあります。その他聞くと唖然としてしまうような様々な業務の仕事というものが出ており、そのバカバカしい内容に話を知れば知るほどこちらの方が驚かされるばかりです。こういったと思う税金で作られた仕事というものはいくつもあり、それらについての詳しい話は生放送で行いましたので、ぜひとも見ていない人は見てくれると嬉しいです。非常に面白いというか、唖然としてしまう話というものがいっぱいありました。何にしても韓国経済が自沈していくような時に日本を巻き込むようなことはしてほしくはありませんし、また日本企業も韓国に行ってわざわざ韓国の食い物にされるそういった愚かしい行為というものはやめてもらいたいものです。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。